俺もさマジ金全部取られて家にも借金があってまあ俺だって辛かったよマジで本当に。でもしょうがねえよこれやるしかねえんだもんだって生きるために。みんな金のためにやってますからね。金が全てですよ。顔タイプじゃねえと知らねえよ顔か体だよ先輩に俺ボコボコにされてたんで、そいつ呼び出してボコボコにしたっすね。ホストクラブに来たこともねえような自分の価値観でごちゃごちゃ生きてるようなお前らだよお前ら。ホストなんてみんな客のこと嫌いっすよ。そんな金使ってなんもっすよ。顔かわいい子を一回抱いてポイ捨て好きなタイプの女性芸能人を教えてほしい。俺はいますからね。ソリョン最近ハマってんのソリョン、韓国のアイドルなんだけど。やべえマジめっちゃ可愛い。いやたまんねえだってソリョンマジ大好きです俺。やばいちょっとどれがいいかな。じゃあこれでこれかわいい。可愛いっしょ。ベビーフェイス。やばいよマジで。ベビーフェイスこれマジタイプ。やべえ。どのタイミングで好きになったんですか？いやー最近っすね最近言うても最近ソリョンもエンミックスの曲が好きとか。全くです。顔が好き。ビジュが好きなんですか？顔と体エロいやばい大好きっすね。オギさんはそれはもう身長高くておっぱい大きい子が好きなんですけどそっちだ。ただスタイルいい子が好きなんだ。あ、そうですね。ただそのなんか最近 TikTok を見て、キャンディーチューンっていうアイドルグループ知ってます？キャンディーチューンのキャンディーチューン立花琴美っすねこっちゃん。こっちゃん。あ、でもまあ可愛い可愛い。ことみ可愛い系が好きなんだ。まあ悪くねえな悪くねえでマジで男がなんか居酒屋行くとマジ大体この程度のこんな話よね。この程度の話大体こっちだよね。この程度の話しかしないのよ。ボーイストークマジでこのクオリティが一生続くからずっとだよね3人に質問です。顔がタイプじゃなくてもいい女だなと感じる女性の仕草や雰囲気はありますか？なもんね美人美人に決まってんだろ。めっちゃいい子だよ。めちゃめちゃいい子だよ。顔タイプじゃねえと知らねえよじゃあまあまあ可愛くてめっちゃさ中身いい子とさめちゃめちゃ可愛いけど性格もうさめちゃめちゃひどいさ毎日何飲み歩いて違う男と遊んじゃうやつだったらどっちがいい？顔かわいい子を一回抱いてポイ捨てやばいいや一回はやっぱ言っときたいじゃん一回は僕はなんかそういうあんまないっすね。結構大切なの性格なんで。椿といやねえこいつさマジ好感度取りに行ったんだけどマジで。いや違うガチガチどういう中身がいいの？いやそうっす。まず嘘つかないとか当たり前すぎる。こんなのいやでもその当たり前のことができないんちょっと待って、俺は当たり前があった上で言ってるからね。見た目とかそんなのは多少の。いやでもなんか見た目タイプじゃなくてもなんか俺的にはキュンポイント何個かあって、でもこれ言うとみんなしてくるから言ってよ。言いたくないんだけど、まずなんかカラオケ行って昭和歌謡を歌える子好きなのよ。昭和歌謡、松田聖子さんとか。あとたまにいるんだけど iPhone でカバーつけないでそのまま持ってる女。これめっちゃ好きなの。でもちょっとわかるかもしれない。なんかいいじゃん。なんかいいじゃん。気取ってない感じが。そう。だからもう落としたら割れちゃうとかそういうリスクを顧みずになんか iPhone をそのまま持ってる女と、あとは言葉遣いで名抜き言葉とか使わない言葉遣いが綺麗な子も結構好き。その3つ。iPhone ケースつけてないとかは分からなくないですけど、つけてないからボロボロな人はめっちゃなんかエロさ感じるんだよ。
だからたまになんか俺もつけてないんだけど、なんかここのカバ絶対傷つくじゃないですーだけど、その傷ついてなんかそれを何とも思わない、なんかそのロックな思考が好き。ね。生後3ヶ月の息子がいるのですが、私は一人っ子だったことやいつも女の子としか遊んでいなかったので、男の子と関わったことが全くありませんでした。そのため大きくなったらこれからどんな遊びをしてあげればいいかなって思っています。どうだろう、ちっちゃい子どうやって遊んであげるんだろうね。でも俺らもパパ経験ないからな。ないからね。お母さんだと思うんですけど、ママね。やっぱね、一番は大人になったら楽しいよって見せるのがいいんじゃないかなと思うんだよね。だから子供と遊ぶのも大切だし、例えばパパとママが一緒になんか遊んでる姿を子供は見て学ぶでしょ。だからその大人になってなんか大人になってからこんだけ楽しいんだよっていうその楽しさをすごい大人の楽しさをとにかく見せつける。ひろみさんどうする？いやもうやりたいことやらせるのが一番いいんじゃないですか。本当にナンバーワン。チャット GPT に聞いてるみたいな。性能が悪い GPT。寝てないから。今日寝てないから。寝ろよもう。なんか習い事これさせた方がいいとか、あんま考えすぎない方がいいと思うわ。なんか俺思うけど、なんか大人になって本当に大事だと思ったら、大人になってからでも学べると思うし、子供の頃にその重要性が分かんなかったら、やっぱね、勉強面白くないからね。で俺がちっちゃい頃に良かったなと思ったのは、なんか俺母親に毎日日記書かされてたんですよ。でそれ超嫌で、なんでこんなことさせられるのかなと思ったんですけど、ふと気づいた時に俺このクラスの中で誰よりも言語化するのが上手くて文章を書くの上手いなって気づいたんですよ。なんでかなと思ったら、うわ、あの時お母さん毎日俺日記書かしてたなって。で俺本書いた時もあれライターさん入れないで自分で書いたんですよね。あれ多分そのちっちゃい頃に文書かされたのが結構生きてると思ってて、だからおすすめ。なるほどね。親戚の子供たちと最近遊ぶじゃないですか。うん、ノアさん何で遊んであげてるんですか？腹筋させたりとかめっちゃでかい系やん。めっちゃでかい系じゃん。それ腹筋させたりとかマジかよ。スパルタやん。鍛えろっつってそうやって遊んでますね。めちゃくちゃ。反抗期はありましたか？普通にあったかな。どんな感じだったの？なんかトゲトゲしてたよね昔は。で弟2個下にいたんだけど2年間口聞かなくて。かわいそう。いやほんとで大学もさ一緒でこう真似して東京来たんだけど、でほんとに殴り合いの喧嘩とかもう毎日マンション一緒だったからだった毎日殴り合いしてる。結構すごかったんよ。しかも歯磨き粉使った使わないの話だけでとかね、そういう感じだったから親とかにもずっとやっぱこう反抗期でなんかやっぱいたかなっていうのがあったかな。なんでそんな仲悪いんですか？いやーなんかね全部真似してくるんですよ。ワックスとかアイロンとか雑誌とか服装とか。いいじゃん、憧れてるじゃん。いやでも俺なんかその時さ若かったからなんかそういうの全部真似すんねんみたいな。自分の個性出せよみたいな感じだった。切れどころ特徴的すぎるだろ。オミは僕はそれこそ高校野球すげえ強豪の時にやってて、強豪のところでやってたんですよ。でそれまで反抗期とか一回もなくて、休みの日も毎日練習するようなめっちゃ真面目な青年だったんですよ。喧嘩とかない？ああでも喧嘩はあったっすね。喧嘩してたんだ。一個上の先輩に俺ボコボコにされてたんで、そいつ呼び出してボコボコにしたっすね。逆にね。はい。ついたんで。そんな東京リベンジャーズみたいなあったんだね。リアルなそんな。まあまあ沖縄は確かにヤンキー多いイメージあるもんな。成人式とかね。ノアさんあるんですか？反抗期。反抗期、まあ、世の中に対しての反抗期はもうなんかいまだに反抗期って感じ。なんか反逆したいなっていう。反逆がやばい。だからホストにできないでしょどうせって言われてることに対しての反抗はもういまだにしてるんじゃない？いやホストでもできますけどっていう、なんかだからそう考えたらもういまだに反抗期だと思いますよ。順風満帆な人生を送られているように思いますが、今までのホスト人生でもこれは本当に失敗したなっていうエピソードを一つ教えてください。まあホスト人生は俺まだそんな長くないんで特にはないですけど、今までの人生は父親の買って半年の
まだローンが残ってる車を横転させたりとか。どういうこと？俺その時になんかワイルドスピードにすげえハマってて、その車でドリフトしようとしたんですよ。そしたら真夜中にこう車横転して片輪走行になるんですよ。こうやってでこうガーンってやって、その住宅街の人みんな夜中からこうやって見に来て、友達3人ぐらいいたので、そいつだとこうやってよいしょって起こしてこうやって押して帰ったっていうのとか。会社になった？会社になりました。そりゃそうだよ、アホすぎるわ。まあ俺はお金に苦しめられてきたから、その同世代でずっとやってた時のお金何年間とかあったじゃないですか。あれとかももうね、もう全部もう一瞬で人に騙されてね取られちゃったりとか。あと俺んちなんか父親が借金しちゃって8億ぐらい借金あったの。ようやってるよマジで。だってそれはさ、俺もさマジ金全部取られて家にも借金があって、まあ俺だって辛かったよマジで。でもしょうがねえよ、これやるしかねえんだもん、だって生きるために。親のこと言うのもあれだけども、毎月こうお金貸してって言って東京まで来るんよ。でそこやっぱ何回も貸したんだけど、やっぱさこう帰ってこないわけよね。でそこでなんかこう貸せないとかさ、なんで子供に言うねっていう心がやっぱすごい嫌だった。だから結構ずっとお金に苦しめられてきたなって感じかな。まあ確かに地元のやつとかもなんか稼いでるとしたら金貸してとか言ってくるやついるからね。めっちゃ多かった。もう何人もいたもん、友達とかも。俺が幼稚園の時から30年あったんだけど、先月俺が合同営業出たのも借金返済のためにやったわけ。先月で終わった。おお、会社終わったの？会社終わった先月。俺が全部じゃないですよ。まあ、家の家族みんなでバイクやってるんでとかでね。だからそういうものと一つホストやっててよかったなと思った。やってる理由にもなるし。これメンバーシップでも結構椿さん。いや、なんか俺ね、動画見て結構そういうモチベーションでこいつこんな金言ってたんだみたいな、なんか普通に贅沢してからっていうだけじゃないのは分かってたんですけど、なんかメンバーシップのあれ見たら、なんか椿がこういう人になった理由がなんかちょっと見えてきたなみたいな、よかったらぜひ本指名メンバーになってください。すみません。どうでした？いや楽しいですよ。普段お店でしかこう話さないんで、ホストから芸能人になったっていう事例がほとんどないじゃないですか。でやっぱそこは本当多分彼全然マジで話しないですけど、多分いろいろ超考えてて、それでそこまでこういう結果になったりとかつながってるから、やっぱ賢い人と話するの楽しいなみたいな。まあ、たまには飲み行くかじゃあ。たまにはね行こうね。そうやな。じゃあちゃんと寝てこないとダメだよ。じゃないとさ、ふわっとした回答になるじゃん。ねえ、そうじゃん。でしょ。ちゃんと万全で来てください。はい、万全で来るよ。